自分に合ったカスタマイズできる新しいコントローラー、Xbox アダプティブコントローラー。この動画では、スイッチの選択や実際の設定方法をご紹介します。Xbox アダプティブコントローラーを使うと、これまで遊べなかったゲームが楽しめるようになります。遊びたいゲームがどのようなボタンの操作で遊べるのか確認していきましょう。新井さんが今回挑戦するゲームは、オリ&ザ・ウィル・オブ・ザ・ウィスプです。キャラクターの移動に必要な左スティックと10個のボタン操作が必要なゲームです。多くのゲームはこのようにたくさんのボタンの操作が必要になります。でも大丈夫。この Xbox アダプティブコントローラーは使いやすいスイッチをつなげてボタン操作を可能にします。スイッチは少しでも体の動きがあれば使えます。まずは使いやすいスイッチを選ぶために最もよく動く体の部位を探します。体に負担なく遊ぶためにもどの部分がよく動くのか無理なく動かせるのか確認しましょう。どの部分だと楽にボタン操作ができそうですか？手以外の部分でもボタンが押せないか探してみましょう。顎の動きも使えそうですね。キャラクター操作は左スティックを上下左右の方向に倒せることが肝心です。顎の動きが使えそうか試してみます。このようにぐるぐると回せそうならジョイスティックが使えます。ボタン操作で使えそうな動きが探せたら次はいよいよスイッチ選びです。スイッチには大きさや形、軽い力で押せるスイッチなど様々なものが用意されています。どのスイッチが自分に合うか実際に試しながら進めると良いでしょう。新井さんの親指の力だと 10g 程度のスイッチなら押せそうです。左手に5個のスイッチ、右手に1個のスイッチが上手に使えそうです。顎の動きでジョイスティックを使う場合はしっかりとした固定が必要です。グラグラしていると上手に使えません。新井さんの場合は車椅子フレームに固定してちょうど口元と顎で楽に操作できる位置にジョイスティックを取り付けてみました。ではこれらの道具を工夫して早速ゲームを始めてみましょう。たくさんのボタン操作が必要なゲームは慣れるのに時間がかかります。ゲームを始めたばかりの時はボタン操作を手伝ってもらいながらプレイしてみるのはいかがでしょうか。Xbox には簡単操作というゲームが遊びやすくなるオプション機能が初めから用意されています。ボタンを手分けして操作するにはコパイロット機能を使います。コパイロット機能は2つのコントローラーのどちらのボタンを押しても1人のプレイヤーとして操作できる機能です。ゲーム操作に不慣れな場合はゲームが得意な方にガイドしてもらいながら進めると良いでしょう。ゲームに慣れてくれば徐々に押せるボタンを増やしていきます。このゲームは左スティックと10個のボタン操作が必要なので、このままでは6個のボタンしか操作できない新井さんはゲームを進められません。このような時はシフトキーを使います。シフトキーも Xbox の簡単操作で設定できます。Xbox アダプティブコントローラーではすべてのボタン操作でメインとシフトと2つの設定を保存できるようになっています。シフトボタンとして設定したスイッチを押している間、すべてのスイッチがシフトで設定したボタンに変更されます。新井さんは右手のスイッチをシフトキーにしてゲーム操作に必要な10個のボタン操作ができるようになりました。新井さん、操作はいかがですか？今までは複雑な操作をするゲームが全然できなかったんですけど、今回のコントローラーを使うことで複数のスイッチとかジョイスティックとかを使ってゲームができてすごく楽しかったです。今後もコントローラーを使ってみんなの前でいろんなたくさんのゲームをやっていけたらいいなと思います。ゲームを楽しむためにはゲーム中の姿勢にも一工夫できないか考えてみましょう。ゲームをしていてすぐに足やお尻の痛みやしびれはありませんか？楽な座りの時にゲーム画面は
顔の正面にありますか？どれもゲームを楽しむために必要なポイントです。さあ、家族や友達とゲームでコミュニケーションを広げていきましょう。